今日はなんで私がビーガンになったのか、きっかけと今日までの歩みを話していきたいと思います。まず私は大部分の人と同じようにお肉や魚や乳製品をずっと食べて育ってきましたし、学校では動物を食べないと栄養に良くないと言われて、それをそのまま信じて疑わずに生きてきていました。私にとっての最初のきっかけは、イギリスにいた時にベジタリアンの友達がいて、その子と一緒にベジタリアンの料理を食べたり作ったりしているうちに、ベジタリアンってこんなに美味しくってヘルシーな料理がたくさんあるんだっていうことを知って、いいなって単純に思ったのがきっかけです。と同時に、なんでベジタリアンっていう、その頃は極端な生き方って思ってたんですけど、をしなきゃいけないのかなっていうふうに思って、ベジタリアンについてネットでいろいろ調べたんですね。調べていくうちにお肉ができるまでの裏側の動画を YouTube で見て、それで初めて大体の動物は放牧されて幸せに育ってなんかいないし、すごく劣悪な環境で不自然なホルモン注射をたくさん投入されて、病気と戦いながらなんとか生きていたり、暴力と虐待の中で生きている。屠殺される時も自分が殺される運命だっていうのを知って、仲間が泣き叫ぶところを聞きながら順番を待つ。で、殺される時も牛も涙を流すっていうことを知って、でそれを見た瞬間にもう生理的にそんな状況で作られたお肉を食べるなんてもうできないなと思ったのがきっかけです。食べるものがあなたの体と心を作るという言い方があるんですけど、やっぱり自分が何を食べるのかはもっと責任を持って意識的に選んでいかなきゃいけないなと思うようになったのもこの時がきっかけでした。で、自分なりにリサーチ、本を読んだりドキュメンタリー映画を見たりして、倫理的にも環境に与える影響にも、そして自分の健康のためにも魚もやめた方がいいと決断して、次に乳製品と卵と蜂蜜もやめるようになりました。私の場合は段階的にやめていったのか、体に負担もなくてよかったかなと思っています。その時住んでいたロンドンではベジタリアンレストランもたくさんありましたし、普通のレストランでもベジタリアンマークとビーガンマークがメニューにあったので、すごく簡単に食生活を移行できたというのも大きかったです。次に転機となったのが、南インドのオーロビルというエコビレッジに植林のボランティアに行った時です。オーロビルとは国籍や信条、思想を超えて理想の生活を歩むことを目的に作られた理想都市で、パーマカルチャーや有機栽培などを実践しているのですが、その中でも特にこのサダナフォレストというところが私が調べた中では唯一ビーガン専門の植林の団体だったので、そこに行くことに決めました。土を掘って木を植えて水をやるというのの繰り返しです。ここの良かったところは1日3食ビーガンの食事が出るんですけど、それがすっごく美味しくって、でしかもローカルの南インドの人が作ってくれるのを見たり一緒に手伝ったりとかして、ビーガンの食事って全然難しくないし、チーズとか使わなくてもこんなに美味しいのができるんだって思ったのが一つ。あと本当にエコビレッジで環境にも気を使っているところなので、シャンプーや洗顔など既製品の使用はダメで、そこで作っている土に帰れる石鹸のみを使用していました。シャワーも日本に住んでいるとあまりこの水がどこに流れていくのかなんて考えないんですけど、そこにいる時は水をバケツでかぶって、でその水がそのまま土に帰っていくんですね。でその次の日に植林をして土を耕してみることで、自分と自然環境との循環を実感して、もっとその環境にも優しい生き方をしたいなっていうのをその時初めて思いました。ビーガンっていうのは環境問題、地球温暖化の一番の特効薬であると言われているので、エコビレッジがビーガンのライフスタイルを徹底しているというのもすごく理にかなっているなと思いました。次に仕事でアメリカのカリフォルニアに5ヶ月ぐらい住んでたんですけど、そこでたくさんのビーガンの人やビーガンの活動家の人に会って、そこで初めてただビーガンでいるだけではなくって、ちゃんとメッセージを発信していかないといけないんだなっていうことを思いました。
サンフランシスコやバークレーもすっごくビーガンのレストランも多いですし、あとビーガンの活動がすごく盛んなんですね。で、私が参加したアニマルライツのマーチは1000人以上の参加者がいて、すごく大きな盛り上がりを見せていました。この人みたいに殺される運命だった豚を保護して自分の家で飼っている人がいたりとか、殺される運命だった鶏を自分の庭で飼育しているという人もいましたし、殺される運命だったウサギを保護して家で飼っているという人もいました。みんなすごく優しくてポジティブで、ビーガンやアニマルライツについてのミッションを深く持っている人たちばかりでしたし、ビーガンというのがただのライフスタイル、価値観だけではなくって社会的なムーブメントなんだということをすごく実感しました。その後日本に戻ってきたんですけど、その後が一番大変でした。なぜかというと、日本だとビーガンという言葉自体知っている人の方が少ないですし、レストランでビーガン対応してくれるところもすごく少ないので、友達と食べる時とか会社でランチに行く時、会食に行く時にすごく肩身の狭い思いをしました。久しぶりに会う家族や友達には、宗教なのとか健康に悪いんじゃないのとかいろんな質問をされますし、ビーガンの友達が誰もいなくって寂しかったというのもあります。で、ビーガンのミートアップに参加するようになって、ビーガンの知り合いや友達が増えていく中で、一人じゃないんだっていう安心感もありましたし、ビーガンとして日本で生きていくにはどうすればいいかっていう情報も少しずつ貯めていったことで、今では全く問題なく日本でビーガンとして生活しています。このように今までいろんな段階を経てビーガンの道を歩んできたんですけど、情報を身につけるのがすごく大事だなと思って、自分なりにリサーチをして、栄養大丈夫なのかなとか、動物がお肉になるまでどんなものを自分は食べているんだろうってまず知ることですとか、なんで世界中でビーガンのムーブメントがこんなに急激に広まっているんだろうっていうのを理解して、自分が納得できた時に生活に取り入れるというのが続ける秘訣かなと思います。動物の現状についてはアースリングスやドミニオンというドキュメンタリーがすごくわかりやすいですし、健康についてはローラもおすすめしていた What the Health? 健康って何？っていうネットフリックスに出ているドキュメンタリーがすごくおすすめです。